ということで、このホンダ XADV でいつもの峠道を走って、その基本的な乗り味を確認してみました。本来でしたらこのモデルはもうちょっと軽めな、本当にフラットダートを想定していると思うのですが、峠道の走行感覚の良さに気を良くして、ここ最近走っているちょっと私が苦手な林道を走ってみたいと思います。その後高速道路に乗ってこのモデルのライディングポジション、高速巡航性能、装備品、そして良かった点悪かった点などをコメントしていきたいと思います。それではここ最近走ることが多くなってきた私がちょっと苦手な林道トライしてみたいと思います。まずはですね、ダート走行、林道走行ということで、このスクリーンを下げたいと思います。はい、このモデルにはスタンダード、レイン、グラベル、ユーザー、スポーツと5つの走行モードが搭載されていますが、せっかくですからグラベルにしましょうか。でこのグラベル、今ここに設定が出てるんですが、パワーはフルパワー、エンジンブレーキも、一番強くかかる。そして走行モードがグラベル、これ多分シフトタイミングがグラベル、こういった未舗装路に適したシフトタイミングになるんでしょうね。それでトラクションコントロールが介入度低めで ABS も介入度低めということですから、これはちょっと前にご紹介したトランザルプのグラベルモードとは考え方がちょっと違うなと思います。おそらくこの設定を読み解くにある程度リアタイヤのスライドを許容する、そういうグラベルモードではないかと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。この林道はこの走り出しのポイントが難しいんですよね。通常であれば私は17インチのフロントホイールを持つ車両でこの林道、特に先ほどの走り始めのところをトライしようと思わないんですが、このモデルは何といっても DCT 車ということでエンストしない。これだけでもこのモデルでこの林道をトライする気になる、そんな感じです。こういう難所は DCT でエンストしないんで、ゆっくりとハンドル操作、ブレーキ操作、スロットル操作に集中できるんで、やはり想像していたよりもずっと楽に先ほどのポイントを通過することができました。そしてここも轍にはまらないようにコース選択をするわけですけども、やはりクラッチ操作から解放されてるんで、それだけでもかなり違うなという気がします。さすがにフロント17インチなので、こういうところを走るときは特にフロントはがっちりとステアリング、ハンドルバーを押さえ込んでおく必要はありますが、まあそれでも思った通り、予想した通りでしたね。自分がイメージしていたよりはずっと走りやすいなという感じです。はい、轍にはまってしまいましたが、こういった時もクラッチ操作がないんで、ハンドルバーをグッと押さえ込んでおけばなんとかなるといった感じ。
この辺りはさすがに DCT ではこういうオフロード、ダートを走るときも相当な武器になるなと思います。ここからはわだちがこう蛇行してるんで、わだちを乗り越えていかなきゃいけないんですが、そうですね、前後のサスペンション、特にフロントは、こういった走行も想定しているんだと思いますが、しなやかで、こういう場所を走るにはちょっと車輪が前輪が小さいんですが、その部分をカバーすべく相当しなやかに動いてくれているといった感じ。リアの方も、ちょっと固めではあるんですけれども、それでもぐっと地面を噛む、そういうフィーリングが意外と強くて、で思い出したんですが、確かこのエンジンはクランクの位相が270度でしたよね。こういう未舗装路におけるトラクション感覚に優れるのは、比較的しなやかに動いてくれるそのリアサスと、この270度クランクを持つエンジンの効果かもしれません。ただやはりタイヤが取られやすいことは事実なんで、もう抜けましたけども、ああいった難所では速度を上げる気にはちょっと私はならないですね。先ほどからトラクションコントロールがかかっているのは音からも伝わったんじゃないかと思います。ある程度リアタイヤのスライドを許容するグラベルモードだとは思いますけれども、そんなに過激ではなくて、これも私がイメージしていたよりはずっと走りやすかったかなという感じ。ただ個人的にはこのモデルのキャラクターからすれば、トランザルプに採用されていたようなリアタイヤを滑らさずにグリップさせて前に進むためのグラベルモードの方がこのモデルには合っているような気がします。ただここら辺はね、ライダーの腕前や好みなどによって判断は分かれるのではないかと思います。前後のタイヤは一応こういった未舗装路の走行を想定したものだとは思いますが、ブロックパターンがそれほど深い明確なわけではないので、やはりですね、フラットな場所に出てきてもそんなに無理はできないかなといった感じ。ただ先ほども言った通り DCT 車なんでエンストしない、そして、グラベルモードに搭載されているトラクションコントロールや ABS その他電子制御によってある程度ライダーが走りやすいようにコントロールされているので、こういったですね、前後ともに小径のホイールを持つ乗り物で走る林道としては結構走りやすいといった感じ。ここはちょっとぬかるんでるんですよね。はい、あまり滑らさずに済みましたね。ちょっと油断できないんですが、あとこのモデルは今前方のカメラが捉えていると思いますが、幅広のテーパー形状のハンドルバーを採用しています。でこういったオフロードで、特にフロント17インチホイールのバイクでこういったところを走る場合は、このハンドルバー長さを利用してぐっと前輪を抑え込む必要が出てきますが、そういった用途に関してもですね、このハンドルバーの長さ十分ではないかと思います。今みたいな軽い輪立ちに入っただけでも確かに前輪は取られるんですけれども、このハンドルバーを生かしてぐっと押さえ込んでおけばなんとかなるといった感じです。ここは比較的フラットなエリアなんですが、今カメラで捉えている通り地面は砂利と土が半々みたいなところなんで、やはりタイヤは滑りやすいですね。あまり無理はできないといった感触が伝わってきます。あとブレーキ、今リアブレーキをかけていますが、やはり DCT 車の場合は
この左手側のレバーがリアブレーキというのは私は合理的だと思います。こういった滑りやすい場所を走っている時も手でブレーキを繊細にコントロールしながら走ることができるので、そういった操作系としても私はとても優れていると思います。フロントブレーキはこのモデルはさまざまな路面を走ることを想定しているんで、どちらかというとこのフロントに関してはオンロードをメインで考えられているんじゃないかと思います。フロントホイールの径の小ささも影響するんで、こういった場所においてはちょっとこのフロントブレーキは若干効きすぎかなという気がします。ただこういった場所を走るときは多くの方がそうだと思いますが、林道ツーリングベースであればリアブレーキの方が重要だと思うので、その点をね、先ほど言った操作しやすいリアブレーキがカバーしてくれているので、それと何といってもやはりこの重心の低さ、前後タイヤの径の小ささをかなり補ってくれているといった感じです。峠道でもコメントした通り、このモデルのエンジン車体というのは NC 系の設計を引き継いでいるんで、重心がとても低いんですよね。それがこういった二歩走路においてもちょっとやそっとでは転倒しないのではないかというような安心感につながっていると思います。いずれにしても私が考えていた、想像していたよりはずっと先ほどの荒れたところも含めてですけれども、林道走りやすいなと思いました。無事に林道走行を終えて高速道路に戻ってきました。欲を言えばもう少し前後サスペンションのストローク量が欲しいなというところはあるものの、実際にやってみると林道も結構楽しく走れて、このモデルは本当に多彩だなと思いました。それではここまでコメントできなかったライディングポジションについてコメントしていきたいと思います。まずはですね、林道でもコメントした通り、このモデルは今前方のカメラが捉えていると思いますが、テーパー形状のワイドなバーハンドルを採用しています。実際に林道でステアリングをぐっと押さえ込まなきゃいけない時も十分な幅があって、このハンドルバーはなかなか優れているなと思いました。グリップ、ハンドルバーの高さに関しては私の体格だともうハンドルバー 1,2 本分高くてもいいかなとは思いますが、オンロードを走る上においてはこれでも全く問題ないと思います。今私はシートの段差に尾てい骨が当たるぐらい思いっきり後ろに腰を引いて着座していますが、この状態だとライダーの膝はご覧の通り少し曲がっていますね。少しというか結構曲がっているかな。でも力を込めて前に切り出すとこんな感じで完全に膝が伸びきるぐらい前に蹴り出すこともできるので、この膝周りの設計もなかなか自由度があって良いのではないかと思います。このようにフロアボードに自然に足を置くこともできますし、このように前に投げ出したライディング姿勢も取れるということで、このフロアボード周りの設計は自由度が高くなかなか良いのではないかと思います。ただ足を思い切り前に出した状態だとこのように私のつま先の部分ぐらいですかね、ちょっとフロアボードからはみ出ているので、そうですね、ハンドルバーの幅はもうちょっとあるので、このフロアボードの最前部はもう少し横に張り出していても良かったかなとは思います。次にライダーの上半身ですが、先ほど言ったライディングポジションだと私の上半身はほぼ直立していると言って良いと思います。もちろんですね、少し前傾気味にすることも楽にできますし、このライダーの上半身もゆったりしている上にさまざまなライディングポジションに適合するものとしてよくできていると思います。それでは交通量も少ないようなのでちょっとエンジンを回してみたいと思います。今私はスタンダードモードで走っていて、ギアはオートマチックモードで6速が選択されているようです。ちょっと開けてみます。峠道でコメントした通り、この XATV こんなに元気のいい音がしたっけなという感じで、なかなかドスの効いたいい音だと思います。それではですね、走行モードを変更してみます。今スタンダードモードだったのですが、はい、スポーツモード。
若干元気がいいかなという感じはしますが、 DCT の制御が入っているせいか、私としては変化率はそれほど多くもないかなという気がします。このモデルは DCT 車なんで、このスポーツモードに関しては DCT のシフトタイミングなども含めて、それでスポーツモードを構成しているので、エンジン単体のフィーリングだけがスポーツモードになるということではないのかもしれません。はい、じゃあ次、レインモード。はい、レインモードはさすがにかなり変わったなという印象です。先ほどから同じ感じでスロットルを開け閉めしているのですが、何かこう音もややくぐもったような、そんな感じの変化がありました。ただこのレインモードで走っている時の音はぐっと低くなって、これはこれで私はいい音だなと思います。またスポーツモードに戻してきました。それではマニュアルモードで走ってみたいと思います。このマニュアルモードにして、あえてこの左手スイッチボックスで6速を選択します。そしてこの状態からこのように開けると、分かりますかね。乗っているフィーリングとしては、この排気音の通り、このように開け閉めしながら走っていると、このライディングポジションもなんとなくクルーザーモデルに似ているところがあって、本当によくできたクルーザーモデルで高速道路を走っているような、そんな錯覚すら覚えます。で、今度は今マニュアルモードで3速を選択しましたが、この3速でこのように回し始めると、先ほど言った豊かな鼓動感、パルス感はそのままに、そのピッチが細かくなって、このようにかなり元気よく走れるといった感じ。こうしてエンジンを回している時のフィーリングはまさにスポーツツインといった感じがします。3速でだいたい制限速度付近を走ると6000回転ぐらいになるようですね。いい音ですね。それでは車線変更してみます。若干リア周りは小径ホイールのスクーターチックなフィーリングがありますが、安定性はバッチリだなという感じ。直進安定性も優れていて、この辺りはですね、ホイールベースの長さと、今日再三にわたってコメントしてきた重心の低さ、その辺りが結構効いているのではないかと思います。今あえて車線の左端、ギャップの多いところを走っているんですが、このような状態だとやはりこのモデルは基本的な骨格は通常のモーターサイクルと変わらないんだなというフィーリングが伝わってきます。車体は低重心である上にかなりしっかりしているといった感じで、それプラスですね、林道走行にも対応する前後の足回りがかなりしなやかに動いてくれているといった感じ。高速道路の初めの部分で林道走行においてはもう少しサスペンションのストローク量が欲しいと言いましたけれども、このように高速道路の巡行などではこの前後のサスペンションのストローク量でも全く問題ないと感じます。フロントタイヤにも常にしっとりと荷重が乗っていて、これも安心感の高さにつながっていると思います。その一方でリアのサスペンションは15インチのホイールで路面のギャップを多めにライダーに伝えてくるといった感じではありますけれども、バネした重量の重さ、そしてホイールの小ささからくるリア周りのドタバタ感という呪縛からなかなか逃れられないスクーターたちと比べると、このモデルのリア周りは相当優秀だなと思います。実際にこのスイングアーム、先ほど林道走行の前に眺めてみたんですが、かなり長いんですよね。これも大きく効いているのではないかと思います。次にこのモデルの装備品ですが、まず優秀なのがこのウィンドスクリーンです。こうして手をかざしてみると分かるのですが、ライダーのこのヘルメットのシールドを軽く越えて額よりも上ですね、もうほぼヘルメットの頭頂部あたりぐらいまで上下方向のウィンドプロテクションが及んでいるのが分かります。今日私はメッシュジャケットを着ているので結構明確に分かるのですが、ライダーの肩口にはそれなりに風が当たっているという感じですけれども、ただそのメインとなる上下方向のウィンドプロテクションが優れているので、全体としてはこのウィンドスクリーンによるウィンドプロテクション効果はかなり優秀だと私は思います。
ただこのウィンドスクリーンの高さ調節はちょっと煩雑で、この部分のロックレバーを解除してその下のノブを引き出した状態でこのウィンドスクリーンを手で調節するという方式なんですが、これに関してはもう少し簡単な方法の方が良かったかなと私は思います。次にこのメーターパネル TFT のカラー液晶を採用していてデザイン変更にも対応しているということで、ここ最近はこういった TFT のカラー液晶ではそのあたりの機能は当たり前となりつつありますが、ただこのモデルの場合はこのメーターパネルがとても見やすい位置にあります。視線移動が少なく、このメーターパネルはそういった設置位置も含めてよくできていると思います。その他ですね、私はこういったオートマチックな二輪車では必須の装備だと思いますが、パーキングブレーキとして機能するリアホイールロックもついていますし、メーターパネルに温度設定が表示されるグリップヒーターなども装備されていますし、またシート下のラゲッジスペースはヘルメットを格納することもできますし、あとスマートキーシステムを採用していて、実は私はスマートキーシステムはあまり好きではないんですけれども、今日一日を通して車体側がスマートキーの認識を遅れるなどというシーンもほとんどなく、このスマートキーシステムもよくできているのではないかと思います。その他左右のブレーキレバーには角度調節のアジャスターダイヤルも装備されていますし、先ほどのパーキングブレーキも含めてあった方がいい装備が一切省略されることがなくついているというのもこのモデルの良い部分だと思います。あとこの標準装備のナックルガードですが、これはオール樹脂製のようでアルミの芯なども入っておらず高さもあまりないので、これはですねどちらかというとデザイン中心のナックルガードかなという気がします。このモデルであればナックルガードがついていた方が明らかにかっこいいと思うので、このナックルガードあまり役には立たないとは思いますけれども、ついていた方が良い装備の一つだと思います。私は今日一日改めてこのモデルに乗ってみて、車体の構造はモーターサイクルでありながらスクーター的な快適性と利便性を併せ持ち、そしてオンロードスポーツ的要素もありアドベンチャーモデル的なキャラクターも持っている、ある種クルーザー的な要素も盛り込まれていて、現在のありとあらゆるモーターサイクルのいいところをぎゅっと凝縮したモデルがまさにこのモデルなのではないかと思いました。またこれはスクーター的要素と言えるかもしれませんが DCT を採用することによりオートマチックな乗り物としても非常に優れていると感じましたし、とにかくここで一言では言えないぐらいさまざまなモーターサイクルの要素が実に高次元でうまくまとめられていると感じました。一方でこのモデルのちょっと気になるところですが、このモデルはせっかく電子制御スロットルを採用しているので、これだけ多彩なモデルであればクルーズコントロールを装備していても良かったのではないかと思います。またこれも同様なのですが、先ほど言ったこのウィンドスクリーン高さ調節の方法が若干煩雑なんですよね。私としてはね、これだけ多彩なモデルであれば多少価格が上がったりとか、あと前後の重量配分が若干崩れたりとかしても、もはやこのウィンドスクリーンも電動化しても良いのではないかなと感じています。あとそうですね、このモデルは四輪車のオートマチックと同じようにこのようにスロットルを大きく開けるとオートマチックでシフトダウンしてくれるんですが、例えば6速からのキックダウンの時は6、5、4と順々にキックダウンしていくので、6速と4速の間5速のところがちょっとトラクションが抜けたような感じになるんですよね。これは DCT に残された数少ない課題かなと私は思います。このモデルに乗って走り出せばオンロードはもちろん林道もかなり快適に走れてしまう、そしてアドベンチャーモデルに匹敵するぐらいの充実した装備を持ち、さらには荷物を積むことができるのでさっとツーリングにも出かけられる。タンデムもおそらくこのシートであれば快適でしょうし、そしてね、この先ほど事故渋滞と情報が出ていたのですが、こんな感じで渋滞が始まった時も DCT を採用しているので、ライダーはあまり疲れることなくこういった渋滞もやり過ごすことができる。はっきり言ってこれだけの機能が盛り込まれたバイクが他にあるかというと私はちょっと思い浮かばないんですよね。市場インフレで私はあまり価格のことは言わないようにしているんですが、先ほどちょっと気になって価格を調べてみたら130万円ちょっとということで、これだけの内容完成度で130万円ちょっとは私はバーゲンプライスなのではないかと思います。
それぐらいこのモデルはすごいモデルであったなと思います。はい、ということで今日はホンダの XADV に試乗しました。それでは今回試乗したホンダ XADV の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2200mm、全幅は 940mm、全高は 1340mm、ホイールベースは 1580mm、最低地上高は 135mm、シート高は 790mm、車両重量は 236kg、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 160/6015 インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 直列2気筒、ボアストロークは 77mm×80mm、圧縮比は 10.7 で最高出力は58馬力6750回転、最大トルクは69ニュートンメーター4750回転となっています。クランクの位相は270度で豊かなパルス感と良好なトラクション感覚を実現しています。トランスミッションは電子式の DCT デュアルクラッチトランスミッションを採用。スロットルは電子制御式でスポーツ、グラベル、スタンダード、レイン、ユーザーの5種類のライディングモードを搭載しています。駆動方式はチェーンドライブです。エンジンのシリンダー前径角は62度と極めて深く、それを前提としたダイヤモンドタイプのメインフレームを採用することにより、車体の低重心化と設計自由度の高さを実現しています。サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。フロントは 41mm 径のインナーチューブを持つ倒立タイプのテレスコピックフロントフォークを採用。こちらは伸び側のダンパー調節が可能となっています。リアサスペンションはプロリンク式でプリロード調節が可能なモノショックとアルミ製スイングアームの組み合わせとなっています。フロントブレーキは日清製対向4ポットラジアルマウントキャリパーを採用したセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ。リアも同じく日清製片押しタイプワンポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。またワイヤーで作動するパーキングブレーキ専用の小さなキャリパーを装備しています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。テーパー形状のハンドルバーを採用し、メーターパネルは TFT のカラー液晶タイプ。ライディングモードごとのエンジンパワー、エンジンブレーキ、DCT のセッティング、トラクションコントロール、ABS の介入度など様々な情報が表示されます。またメニューの深い階層に入ることにより、メーターデザインの変更や各種の様々なセッティング変更が可能となっています。通話、ターンバイターン方式のナビ、音楽再生、メッセージ送受信などスマートフォンとの連携も可能です。豊富な電子制御、電子装備、DCT などの操作をするため、左右のスイッチボックスはホンダで最も多機能なタイプを採用。左右ブレーキレバーの角度調節のアジャスターダイヤル、パーキングブレーキ、グリップヒーター、ETC2.0 車載機、オートキャンセルウィンカー、エマージェンシーストップシグナルなど、基本的な装備から最新装備まで必要とされるものが一切省略されることなく搭載されているというのもこのモデルの大きな特徴と言えるでしょう。またナックルガードも標準装備となっています。スマートキーシステムを採用し、メインスイッチのオンオフ、給油口やシートの開閉が鍵を操作することなく可能となっています。シート形状はご覧の通り、その下のラゲージスペースにはヘルメットを1個収納可能です。ETC2.0 車載機や車載工具が格納されているほか、ラゲージスペースを照らすための照明、USB Type-C のソケットなどを備えています。またシート開閉時に便利なダンパーを備えています。ハンドル下右側にはグローブボックスも装備。ステップフロア、格納式タンデムステップの外観はご覧の通りとなっています。ウィンドスクリーンはリンク式で工具を使用することなく、高さと角度を5段階に調節することが可能です。また大柄な車体ですが、センタースタンドは比較的楽にかけることができます。